おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。まあそこだよな。なんで俺がリベラリストなのかと。当然俺の過去に理由があって、戦後に日本キリスト教団が設立した高校の出身者なんだよ。自分で選んでそこに入ったんだけど、初っ端から教育の現場がクレイジーだった。昭和天皇の葬儀の日に学校が今日授業を受けるかそれとも休むかを決めるのは生徒自身だって言い切ったんだよ。そしたら右翼の凱旋カーがやってきて校門にペンキをぶちまけたりとかしてさ。もちろんだよ。俺は心の底から痺れたね。主権は生徒にありってさ。ただそれだけじゃないんだよ。俺は元教師でさ、当時教育学ってそのほとんどがシカゴ学派なんだ。シカゴ学派、つまりプラグマティズムってやつなんだけども、国家や学校に主語がなくて生徒一人一人が教育の主人公なわけだよ。だから一部政党や一部ネット界隈がリベラルガリラなんつってこの言葉を汚しているのを聞いた時に俺の中のロックスピリットが黙ってられなかったんだよ。何がリベラルガリだこの野郎。俺が本物のリベラリズムを見せてやるよってなったわけさ。君は君の旗を掲げ。この曲自体が俺というリベラリストのむき出しのステートメントなんだ。政治とか小難しい思想を全部抜き去った裸のメッセージさ。まあサボってたわけじゃないんだけどね。人生の夏休みを満喫してたっていうわけさ。せっかくの休みだし自分にとっていいことをやろうと思って大型免許の取得とバイク製作に没頭してたんさ。そういうバイクを含めて俺の旗を掲げることが全部この曲から始まったんだよね。俺は俺の旗を掲げてお前はお前の旗を掲げて人生を突っ走れっていう魂のロックンロールさ。2曲目にして早くもリベラルが陥るパラドックスを書いちゃうっていうね。そりゃ聞き手も混乱するよ。まあ俺は誰かが決めたルールや公平にしろっていう社会が大嫌いだ。車検切れのバイクを買って DIY で改造しちゃうような個人主義体質だから。そう、俺の知るリベラリストは公平なんて望まない。この曲はリアルな歪みを彼女をあえて擁護せずにこの同調圧力だらけの世の中の空気感としてそのまま書いたんだ。このニヒルな感じは分かっている人にはたまらないと思うぜ。前の曲の流れを受けてストーリー的に言い訳になるような曲には絶対にしたくなかったんだよね。だからこの曲はあえてストーリーを排除してやった。でもさ、今の社会ってまさにそういう感じでしょ。あちこちで SNS のいいねを奪い合って文脈もなくただただ細切れになったノイズが溢れてる。この曲の歌詞なんてそのほとんどが社会の雑音を並べただけさ。最後の Living your life in today お前の今を生きろの一文だけさ。前後の文脈なんて全てノイズ。この雑音だらけの狂った世界でただ自分を信じて生きること、それだけが俺たちの野心であり真の解放なんです。まあ俺のバイクの音なんだけどね。愛車のタンクにベルベットサベイジャーって自分でペイントしてある。直訳すると滑らかな荒くれ者って意味さ。リベラリストのバイクがリベレーターなんてそのまんま特撮ヒーローのバイクみたいじゃないか。まあそれも悪くはないけどさ。
バイクにしろ楽曲にしろ俺の中にあるテーマは一つ。檻に閉じ込められてたまるかってこと。社会の常識とかにお行儀よく飼いならされそうになった時、かつて不器用に暴れ回っていた過去の自分イコール野生が今の自分を力ずくで解放しに来る。初期衝動が均衡をぶち壊す瞬間を描きたかったんだよ。風は立ちぬこの5曲目と次の6曲目はアルバムの中でガラリと雰囲気を変えている。ここまではリベラルの概念を歌っていて、この2曲は行動を歌ってるんだよね。そう、結局さ、自由って言葉でいくら綺麗事を並べても意味がなくて、自分の行動でしか示せないんだよ。だから自由ってやつは本当に孤独で辛いものなんだよね。そう、だからこそ聴いてくれる人に寄り添うようにあえてメロディーを優しくドラマチックに書いたんだよ。飛び立つ風の冷たさとその先にある光を感じてくれたら嬉しいね。この曲もさ、前曲の行動の続き、前の曲が踏み出せならこの曲は Keep on Moving 進み続けろだ。だってな、アルバムを30分近く聴くんだぜ。全曲が難解で尖ったメッセージだらけだったら聴き手が疲れちゃうだろう。 MV でも人生の不条理なリレーを描きつつ、最後にはちゃんと感動的なフィナーレをつけたんだ。マジで言うなよ、恥ずかしい。とはいえ理不尽な世の中でも不条理な競争の中でもそれでもバトンをつないで生き抜いていく全ての人たち、これは俺からの精一杯の愛だね。1曲目の Stay Rock Stay Liberal が俺のリベラリストとしてのステートメントだったのに対して、この最後の曲はアルティメイトリー、究極の結論だな。そうだな、実は作っててちょっと気が引けたんだよね。本当に死ぬ気のない人間はそもそも生前葬なんて考えないわけで、つうか本当に死んじまったらマジで笑えないだろ。そりゃないけど、ふと気がつくと知ってるミュージシャンや周りの人たちが50代で人生を終えてしまう人たちが結構いてさ、そこでああ人間はいつか必ず死ぬんだなっていうリアルを突きつけられたわけ。じゃあ何者にも縛られず生きてきたリベラリストが死んだ後に一体何を残せるのか。それがこのアルバムの文字通り究極の結論になったわけさ。人はいつか死ぬ。だからこそその死ぬ瞬間までどのように生きるか。この曲は俺からリスナーへの遺言であり誓いだ。ぜひ最後まで受け取ってほしいね。最後まで聴いてくれてありがとう。お礼にこのアルバムで俺が一番伝えたかったことを白状するよ。一言で言えばリベロかっけえってことだな。いや、かっけえこそロックの真骨頂だろうがよ。でも真面目な話をすると、今の世の中でリベラルって言葉は政治的な争いの中で随分手垢がついてきてしまった。俺はそれを哲学レベルまで分解してきれいに洗浄したかったのさ。そう、縛られずに今を生きる若者たちにとってはこれからの糧になるように、そして自分の旗を背負って戦い抜いてきたご老人たちが人生の勲章になるように、このアルバムを通じてもう一度リベラリズムっていう人類に与えられた最高の宝物に光を当て直したかったんだよ。今回も長々お付き合いいただきありがとうございました。全7曲入り大蔵セブンスアルバムロックンロールリベラリズム、ぜひ一度全曲通しで聴いていただければ幸いです。ではまた。